本当に暑い。カナダどこも冷房がなくてめっちゃ暑いんですよね、本当に。はい、ということで今日は今まで海外に行くことを決めた理由とかそれまでの流れとかはその動画で発信してきたんですけど、海外に来ることを決めた理由をちゃんと話す動画って撮ってなかったなと思うので、今日はちょっと撮ってみようと思って今カメラを回してます。今日は皆さんに主に軽く自己紹介、海外に行くことを決めた理由、カナダに来るまでの流れ、やったこととかどうやって実現したのかっていうことをここで話していきます。で、今後についてという主に4つの項目に分けて話をしていけたらなと思っています。暑い。なんか駅の真横なんですよ、家が。だからそのめっちゃうるさいんですね、電車が。だから閉めなきゃいけなくて、撮影するならもう本当に暑くてマジで困ってる。どうしよう、熱中症になりそう。でもこの間日本から友達が来たんだけど、その子によるとめっちゃ日本の方が暑いらしい。カナダ涼しいとか言ってて、もう信じらんないと思っちゃって。私1年前までこれより暑いのを体験してたんですね。慣れって怖いですね、本当に。ということで、じゃあまず1つ目の軽く自己紹介からいきたいと思います。名前は春日と言います。現在慶應義塾大学看護医療学部の4年生です。今は大学4年時を休学してカナダのバンクーバーにワーキングビザで来ています。今年の4月から来たんですけど、来年の3月までいようと思ってて、期間は丸1年と考えていただければ OK です。はい、丸1年です。じゃあ次に2つ目、海外に行くと決めた理由について話していきたいと思います。これを話すにはね、高校まで戻らなきゃいけないんですけど、どんな高校生だったかっていうと、結構教育の研究活動とかめっちゃ精力的に取り組んでて、生徒会長もやってたし、長崎のちっちゃい高校だったんですけど、勉強も割としてたし、その高校は高校で充実してたんですけど、いざ高校3年生受験期になったってなると、もともと将来の夢が人の誕生に関わる仕事をしたいと思っていて、その夢を抱いた理由としては、小学生の頃に弟の出産を見て、すっごい感動したんですね。もう本当に感動しちゃって、その現場に。で、人の誕生ってこんな素晴らしいことなんだ、それを支えられる職業に就きたいと思って、その場にいた医療関係者の中で、その産婦人科のお医者さんか助産師さん、看護師さん、いずれかになりたいなと思ったんですね。でも助産師さんと看護師さんって言ったら、その助産師さんの方ができることがなんか多く見えたので、その時はそのお医者さんか助産師さん、2択で考えていました。で、そのまま高校になっても医療関係だけに絞って受験をするんですね。だから受けたのはほぼっていうか全部医療系だ。受けたのは全部医療系で、医薬管受けました。で、結果ほぼ全滅って感じなんです。難しさ的にさ、医学部が一番難しいから、その辺を第一志望にして滑り止めみたいな感じで、今いるところも滑り止めで受けたとこだったんですけど、薬と管を滑り止めで受けました。で、薬管は受かったんですけど、薬剤師って本当になんか別に魅力を感じたことがなかったけど、一応受けたみたいな感じだったので、結局看護の世界に来て、助産師の免許も取れるコースがあるって書いてたので、いいじゃんと思ってここに来ました。それからの流れなんですけど、全然コロナ禍だし、入学前にめっちゃ楽しみ、今からの大学生活っていう感じで行ったかっていうとそうではないんですね。慶応総合大学だし、なんか見つかるだろうみたいな、ちょっと、その面ではワクワクしてたかも。なんか見つかるかも、いろんな人に揉まれて、いろんな人といろんなことして、なんか見つかるかも、なんか自分のやりたいこと見つかるかもと思って、大学に入って大学生活をスタートしたわけですね。でも、私が入ったのはね、忙しさの天下看護なんですね。だからもう本当にほとんどの生活を看護に拘束される毎日で、課題もやばければ授業の出席もめちゃめちゃ厳しい。なんかみんながいやこれ出席必須じゃないからって言ってる授業とかそんなんないし、看護はそれが普通なんですね。なんかそれが本当に他のことをやってる暇がなかったし、あとはバイトとかも2年生から始めたし、部活も1年生から所属をしてて結構頑張ってたので、本当に自分の将来についてちゃんと考える時間がないまま今まで来ちゃったわけですね。で、一番きっかけとなったのが、その看護の2年生の時の春か秋かなの実習だったんですけど、一番興味があった産科の実習があって、産科の実習に参加したちょっとごめんなさい、産科の実習を頑張っていたことがあったんですけ
けど、そこで本当に先生と私の間で大問題が起きるんです。その詳細については話すか、コロナ期間だったので病院実習の時に昼食場所っていうのが決められてたんですね。昼食中ってねマスクも外すし、リスクがあるから、それはわかる。だから昼食はちゃんとそこで食べて、昼休みはその友達いっぱいいるとこじゃなくて、自分一人で勉強できるとこ行こうと思って、課題終わんないしと思って、その実習の記録をやりに別の棟に行ったんですよ。そしたら先生から電話がかかってきて、休憩中に「あなた今どこにいるんですか?」って言われて「ここにいます」みたいなで実習してますみたいに言ったら、指定されてますよね場所って言われて、昼食はそっちで食べてこっちに来ましたみたいに言ったら、とりあえずこっちに来てくださいみたいな、早く来てくださいみたいに言われて、ちょっと休憩を強制的に早めに終わらせて戻ったんですね。そしたらもうめっちゃ先生怒ってて、なんか反省文が用意されてたんです。反省文って聞いたことある？大学でもう本当にびっくりなんだけど、インシデントレポートっていう名の反省文なんですけど、その名の反省文、全然レポートとかじゃないで、あなたは規則を破りました実習中のみたいなで、今後の実習に参加するにはこれが必要ですって言われて、ちょっと待ってくださいみたいな、私は昼食場所は守りました、なんでそれで急にこういうレポートが出てくるんですかみたいな感じでちょっとお断りしたんですね最初。そしたらわざわざ別の病院の実習に付き添いで行ってたそのなんか指導責任者の先生まで呼んでくださっちゃって、その先生もずっと一点張りでインシデントレポート書いてくださいみたいな感じだったんですね。で私はもう3時間ぐらい面談したんですけど、これは別にインシデントじゃないですし、私はちょっと何に対して書けばいいか分かんないのでお断りしますって言ってお断りしたんですね。でも他にも要求されてる子いて、その子はなんかそのお母さんが抱っこしていいよって言って赤ちゃんを入って渡してくれたんですけど、それを抱っこして看護教員が見てないとこで抱っこしたから反省文みたいな感じでされてたんです。分かるよ、危険なのは分かるよ、新生児落としたら危険だもんね、でもトゥーマッチだよって私は結構思っちゃう派なんですね。すいません、看護の先生とか見てたら本当に。でもレポートとかそういう記録に残そうってするんじゃなくて、反省することが大事じゃん。頑張って紙に書く必要あるのかな、気持ちじゃんって思っちゃいましたね。シンプル。で、看護合わないな、しかも参加コースに進みたい人なのに参加の先生と意見合わなくて、今後辛いだろうなと思って、助産師コースは諦めかけたんですね。で助産師コースは諦めたんですけど、じゃあ私なりたいものなんだっけみたいな、もともと入った理由失ったやんみたいな大学でなったんですね。でこのまま看護の免許取って就職してっていうのもできるよ。だって看護は足りてないんだもん。だから誰でも多分就職はできるんですね、事件とか起こさない限り。でもそれって合わないな、この環境、看護の環境合わないなって思ってる人からしたら、それをずっと我慢して、お金は得てもなんかその自分が辛いってなって結局辞める時が来るんじゃないかって思ったんですね。でもその辞めた時には看護の経験しかなくて、何もない、どうやってこれから生きていこうってなると思ったんです。だから今自分のキャリアについてちゃんと考える時期なのかもしれないと思って、この何もないまま社会に出ていくのが怖いと思って、ずっと高校生の時から来たいと思っていた海外に行くことを決めました。これが私が海外に来ることを決めた理由です。では次にカナダに来るまでの流れを説明したいと思います。大学3年生の時にね、海外に来ることを決めたはいいものの、親戚中から大反対されたんですね。特に両親なんですけど、言っときますけど、私はお母さんもお父さんも大好きです。私も家族みんな親戚も大好きだけど、留学に関してはちょっと賛成を得ることができなくて、お母さんが言うこともすごいわかるんですね。私のお母さんはまず留学したいなら大学を卒業してから行きなさいみたいな考え方だったんです。でも私は今行くのが大事なんだ、今成長しなきゃ。私はずっと多分流れに身を任せて我慢して人生を送って後で後悔するんだっていうのをすごい伝えたんです。そしたら結局もういいよ、もうやるって言ったら聞かないしね春日はみたいな感じで認めてくれて、休学届を出して今ここにいるっていう感じです。でも来るまでには本当にお母さんお父さんは一切お金は出さないからねみたいな、自分で反対を押し切ってまで行きたいんだったら自分でお金も工面して
全部計画立てていきなさいみたいな言われたので、そこから怒涛のバイト生活が始まるわけですね。もうバイト4つ掛け持ちしてめちゃめちゃ頑張りました。しかも看護の実習3年生が一番きつかった。一番きついもうピークを迎えた実習テスト課題と大好きな部活も諦めてバイトしなきゃいけないみたいな、もうほんとその時は精神めちゃめちゃでしたね。でもなんか友達とか周りの人にめちゃくちゃ支えてもらいながら大学3年生を終えて、ついに目標の金額を稼いで留学の計画もちゃんと立ててここに来ることができました。マジであの時支えてくださった人ありがとうございます。看護のエピソードでもう一つあったんですけど、その辛い時にね、課題をできてなかった時があって、書き方ちょっと分かってなくてあんまりみたいな感じでちょっと見せてくんないって言ったら、看護の同期に隠されたことがあって、これ表札になるからダメだよって言われて、書き方教えてほしいだけなのにみたいな思って、すごい結構辛いこともあったんですけど、それも含めて看護の人は合わないなと思いました。もちろん看護にいい人もいるし、この人最高と思う同期もいたけど、結構合わないって思うことが多くて、キャリアチェンジを考えたって感じですね。でカナダに来るまでの流れはこんな感じです。では最後4つ目の今後については正直めちゃめちゃ定まっているわけではありません。私自身カナダに来た理由としては、その何もサラッサラの状態、そのお金を稼ぐためだけのバイトも興味のないことをする時間もう目の前に追われるっていうことがないサラッサラの状態で自分を成長させてキャリアについてしっかり考えていきたいっていう目的もあったんですね。だからめちゃめちゃ決まってここに来たとかいうわけではなくて、正直決まっていないっていうのが事実です。今の時点で頑張りたいって思ってるのは発信系で、自分みたいにこれからやりたいって思ってないことずっとしていくんだろうなって、同じ悩みを持った大学生とか、普通のそれ以下も学生高校生とかもいると思うし、あとは海外に行ってみたいと思ってる人もいると思うし、そういう同じ境遇の人に向けて発信系の活動をしていきたいなと思っています。中でも YouTube には一番力を入れたいなと思っています。自分の等身大でこれからも発信を続けていけたらなと思うので、よければ応援してくださると嬉しいです。今日はここまで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメント、あとは各種 SNS のフォローもよろしくお願いします。ではまた次の動画で。バイバイ。本当に暑い、どうしよう。メルティング、溶けてる。